ここに一枚の白黒写真がある。 AI で色を入れてみる。巨大な軍艦が岸壁に横たわっている。全長263メートル、満載排水量72,809トン、史上最大の戦艦。1941年12月16日、この艦は就役した。その8日前の真珠湾攻撃とともに新たな時代の幕開けを告げる存在となるはずだった。しかしその時代はもはや戦艦の時代ではなかった。大和ホテルと揶揄されながらトラック白地で長期停泊を続けた。主砲を発射したのはレイテ沖海戦のたった一度きり。1945年4月7日、ボーノ岬沖で米軍機の攻撃により沈没した。3056名の乗組員が艦と運命を共にした。なお戦艦大和という世界最大の戦艦の誕生から最後までの物語がここから始まる。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。1930年ロンドン海軍軍縮条約の調印式。 AI で色を入れてみる。日本側全権の一人宝部武海軍大臣、そして首席全権を務めた若槻礼次郎元首相、各国代表団が居並ぶこの調印式が日本海軍の運命を大きく変えることになる。1922年のワシントン海軍軍縮条約、そして1930年のこのロンドン会議、2つの条約は日本海軍に厳しい制約を課した。主力艦の保有比率は米英日で553、つまり米英の 60% しか持てない。数では絶対に勝てない。ならば質で補うしかない。日本海軍が選んだ戦略は敵より強い超大型戦艦を作ること。世界最大の46センチ主砲を搭載した世界に類を見ない戦艦。これが後に大和となる艦の出発点だった。当時の海軍の常識は大艦巨砲主義だった。 AI で色を入れてみる。戦艦同士が巨砲を撃ち合う。それが海戦の決着のつけ方だった。日露戦争、日本海海戦の勝利は戦艦の力で勝ち取ったもの。その成功体験が日本海軍の中に深く根付いていた。来るべき対米戦争でも太平洋のどこかで艦隊決戦を行い日本海軍が勝利する。そう信じて海軍は超大型戦艦の建造に踏み切った。管制本部が複数の案を検討した末に採択した大和の基本設計 A140F6、 46センチ砲を3連装3機計9門搭載。基準排水量64,000トン、速力27ノット、走行は原則最大410ミリ、火力、防御力、速力のバランスを取り、攻防いずれも世界最強を目指した。艦幅は 38.9 メートル。これはパナマ運河の幅を超える数字だった。米国は同等の艦を作れば運河を渡れなくなる。日本だけがこの巨大戦艦を持てる。それが日本海軍の戦略的賭けだった。しかし時代は静かに変わりつつあった。航空機の時代がすぐそこまで来ていた。広島県呉。 AI で色をつけてみる。呉か伊軍工廠、日本最大級の海軍造船所だった。1937年11月、ここで一隻の艦の建造が始まった。艦名はまだなかった。第1号艦とだけ呼ばれた。機密保持は徹底された。建造ドックは高い目隠しで囲まれ、近隣の山から見下ろされないよう植林までされた。工員たちは自分が何を作っているのか全体像を知らされなかった。ブロックごとに分割された作業、写真撮影は厳禁。
軍艦の設計図を見られるのはごく一部の幹部だけ。これほどまでに秘匿された軍艦は世界の海軍史にもほとんど例がない。岸壁に横たわる巨大な艦隊。 AI で色を入れてみる。1940年8月、浸水。続いて偽装工事が始まった。これが偽装中の大和を写した極めて貴重な一枚。撮影者は海軍技術士官福井静雄中佐。大和に関する公式記録や図面は終戦の混乱の中でその大半が日本側で焼却処分された。残ったわずかな資料も進駐してきた米軍に接収されていった。しかし福井中佐は自ら撮影したこの写真を個人的に手元に残していた。何十年も経ってからようやく世に出された一枚。機密の中で生まれ、機密の中で消えるはずだった巨漢。その姿がこうして今、私たちの目の前にある。これは大和の同型艦武蔵が46センチ四方を一斉射した瞬間。AI で色を入れてみる。行使運転中、もしくは射撃訓練中とされるが、撮影日は特定されていない。大和と武蔵は同じ46センチ四方を搭載していた。砲身の長さ約21メートル。砲身の重さ165トン。この砲を3門備えた砲塔が3機、総計9門。主砲塔1機の重さは駆逐艦1隻分に匹敵する2774トン。最大射程約 42km。打ち上げる鉄鋼弾の重さは一発 1.5 トン。世界最大の艦載砲だった。しかし大和がこの巨砲を実戦で発射したのはレイテ沖海戦のたった一度だけ。世界最大の砲は世界最大の戦艦と運命を共にすることになる。1941年12月16日、戦艦大和就役。 AI で色を入れてみる。呉軍港の岸壁に巨艦が静かに横たわっている。その8日目、12月8日、日本連合艦隊はハワイ真珠湾のコメ太平洋艦隊を奇襲した。主力は航空機。空母6隻から発進した艦載機が停泊中の戦艦軍を撃破した。米戦艦アリゾナ、オクラホマ、日本軍機の魚雷と爆弾で沈没。その一報が日本中を熱狂させた中、ひっそりと就役した大和。しかしこの時点で歴史は告げていた。戦艦の時代は終わった。これからは航空機の時代だ。世界最大の戦艦はその誕生の瞬間にすでに時代遅れとなっていた。山本磯6連合艦大司令長官。 AI で色をつけてみる。1942年2月、大和は連合艦大機関に指定された。山本長官は自らの司令部を大和に移した。しかし山本は戦艦の時代が終わったことを誰よりも知っていた。真珠湾攻撃を立案したのは他ならぬ山本本人だった。航空機こそが未来の海戦を制する。戦艦は時代遅れだ。その認識を持ちながらも山本は大和に上艦した。連合艦大機関という伝統と権威の象徴。それが戦艦大和の最初の任務だった。瀬戸内海を全速で航行する大和。 AI で色をつけてみる。艦尾から立ち上る黒煙。艦首が切り裂く白い波。72,809トンの巨体が海面を切り裂いていく。公式記録では大和の最高速力は27ノット。しかし生存者の証言によれば全力行使での記録は 29.3 ノットに達したという。設計を上回る世界最大の戦艦の意外な俊敏さ。機関出力15万馬力、12機の重油船橋ボイラー、4軸推進。世界最大の艦隊をこれだけの速力で走らせる技術は当時の日本造船業の頂点だった。南太平洋、トラック、白地、AI で色を入れてみる。
2隻の巨艦が青い海に浮かんでいる。長らくこの写真の手前は大和とされてきた。しかし、艦橋の21号電艦の装備状況や機関標識のテント V から手前は同型艦の武蔵である可能性が極めて高い。1943年2月以降、連合艦隊機関は大和から武蔵に後退している。つまり奥に小さく見えるのが大和。大和はトラック白地で長期間にわたって停泊し続けた。主力艦同士の艦隊決戦が起こらないまま月日が過ぎていく。大和ホテル、武蔵旅館、そんな揶揄が艦内の乗組員から囁かれるようになっていた。巨艦は戦場の主役になることがついになかった。ミッドウェー海戦 AI で色をつけてみる。1942年6月、日本機動部隊は米軍機の奇襲で空母4隻を失った。赤城、加賀、宗龍、飛龍、太平洋戦争の流れはこの1日で逆転した。戦艦大和は後方の主力部隊に位置していた。主砲を一発も撃たず、空母軍の喪失をただ見送る形となった。翌1943年4月、山本五十六長官は前線視察中、米軍機に撃墜され戦死した。連合艦隊の象徴を失った日本海軍、そして戦艦大和もまたその存在意義を問われる時代に入っていく。1944年2月、大和は改装工事を受けた。 AI で色を入れてみる。それまでの大和には左右両舷に副砲がそれぞれ1機ずつ計4機あった。しかし航空機の脅威が増す中、副砲では航空機に対抗できないことが明らかになっていた。両舷の副砲は撤去され、代わりに対空兵装が大幅に強化された。 12.7 センチ広角砲、25ミリ機銃。機銃の数は最終的に150艇以上に達した。水上戦に備えた巨艦が空からの脅威に備える艦へと姿を変えていく。しかしそれでも航空機の時代に対応するには根本的に間に合わなかった。トラック白地に並んで停泊する大和と武蔵。 AI で色を入れてみる。手前が武蔵、奥が大和。姉妹艦と呼ぶべき史上最大の同型艦がこうして揃う期間は限られていた。1944年10月、2隻はブルネイ白地から共にレイテ湾へ向け出撃する。米軍の上陸艦隊を撃滅する最後の艦隊決戦。これが2隻が並んで航行する最後の機会となった。渋谷会1944年10月に14日、AI で色をつけてみる。姉妹艦武蔵が米軍機の集中攻撃を受けた。魚雷十数本、爆弾十数発。世界最強と呼ばれた装甲も繰り返される航空攻撃の前に意味を失った。午後7時35分、武蔵沈没。1023名が艦と運命を共にした。姉妹艦武蔵を失った大和、2隻並んで作られた巨艦がついに1隻になった。それでも栗田艦隊は進撃を続けた。レイテ湾を目指し決戦の地へ。渋谷会1944年10月24日、 AI で色を入れてみる。栗田艦隊はフィリピン渋谷海で米軍機の集中攻撃を受けた。資金弾の水柱に包まれながら大和は航行を続ける。そして翌25日夜明け、サマール沖で栗田艦隊は予期せぬ米護衛空母軍と遭遇した。戦艦大和の46センチ主砲が初めて、そして唯一の実戦発射を行った。世界最大の砲がその怒りを米空母に向けた最初で最後の瞬間。しかし栗田艦隊の指揮官栗田武雄中将はレイテ湾突入の直前で突如反転を命じた。理由は今も諸説あるが、決戦の機会は失われた。世界最大の戦艦は史上最大の海戦に参加しながら戦果を残せないまま帰還した。そしてこの艦もまた半年後に同じ運命をたどることになる。
戦艦大和の艦内で撮影された若き同期生たちの集合写真。AI で色を入れてみる。肩を組み合い、笑顔を見せる若者たち。海軍兵学校、海軍機関学校、予備学生、あるいは海兵団。それぞれの同期生たちが艦内の居住区で一時の安らぎを共にする。平均年齢20代前半。撮影から数ヶ月後、彼らの大半は海の底に沈むことになる。戦艦大和、艦上の士官たち。1940号、年1月1日の集合写真。AI で色をつけてみる。前列中央に着座しているのが、艦長のアルナ工作大佐。最後の出撃を約3ヶ月後に控えた元旦の記念撮影。3月、米軍は沖縄への上陸を開始した。連合艦隊の残された主力は、もはや大和を含むごく少数の艦のみ。軍令部は大和に最後の出撃を命じる決断を下す。作戦名、天一号作戦。沖縄に向かい、米軍上陸艦隊に水上特攻を仕掛ける。つまり、片道の出撃だった。大和の最後の艦長、アルガ工作。AI で色を入れてみる。48歳、海軍大佐。長野県辰野町、信州の山間の町に生まれた。海軍兵学校を45期で卒業。戦艦比叡、駆逐艦響き、軽巡洋艦阿武隈、ありとあらゆる艦に乗り、駆逐艦乗りとして名を馳せた男だった。その有賀が世界最大の戦艦大和の艦長に着任したのは1944年11月。豪放来楽で酒を愛し、部下を可愛がる。威厳より親しみで部下を率いる叩き上げの指揮官だった。天一号作、千の命令が伝えられた時、これが最後の出撃となることを誰もが理解していた。それでも有賀は最後まで艦長としての職務を全うし、艦と運命を共にした。艦長は艦と運命を共にする。海軍の伝統に従った最後だった。戦死後、2回旧特進により海軍中将に任じられた。1945年4月6日、夕刻、徳山沖。AI で色を入れてみる。戦艦大和、軽巡洋艦矢作、駆逐艦8隻。第2艦隊、伊藤誠一中将率いる連合艦隊、最後の艦隊。総乗組員、約44千名。夕日に照らされた瀬戸内海を、大和の巨艦が静かに進んでいく。将兵たちは、目的地を知っていた。そして、それが帰ってこない出撃であることも。第2艦隊、司令長官伊藤誠一、海軍中将。AI で色をつけてみる。伊藤は、天一号作戦の命令を受けたとき、内心では、その作戦の無謀さを理解していた。航空援護なしの戦艦が、敵制空権下に突入する。成功の見込みはほとんどないことを伊藤は誰よりも理解していた。しかし、一億総特攻の海コロ離れという命令を受け入れた。艦隊を率いて出撃することを決断した。軍人としての責任感からだった。そして、自らもまた、大和と共に沈むことを覚悟していた。大和に随伴する軽巡洋艦矢作。AI で色を入れてみる。第2水雷戦大気艦小村慶三少将率いる駆逐艦8隻の指揮官。駆逐艦の名はそれぞれが歴史を持つ艦たちだった。朝霜、浜風、磯風、鈴月、雪風、冬月、初霜、霞。雪風は開戦以来奇跡的に生き延びた不沈艦として知られていた。冬月は大和の艦長有賀少将がかつて指揮した艦の同下駄艦。巨艦大和を中心に護衛駆逐艦がエンジンを組んで進む。しかし誰もが知っていた。この護衛艦隊もまた大和と運命を共にする可能性が高いことを。東シナ海を南下する大和と4隻の駆逐艦。AI で色を入れてみる。これは米軍機が大和を発見した直後に撮影された一枚。大和の艦尾から白い航跡、
その周囲を護衛駆逐艦が取り囲む。しかし、400機もの米艦載機がすでに上空に向かっていた。ヘルダイバー急行火爆撃機、アベンジャー雷撃機、ヘルキャット戦闘機、世界最大の戦艦に対する世界最大規模の航空攻撃が始まろうとしていた。12時32分、AI で色を入れてみる。米空母バスベニントン USS ホーネットからの第一次攻撃隊がヤマト上空に到達した。写真にはヤマトと一隻の駆逐艦が米艦載機と交戦している姿が写っている。ヤマトの対空砲はありったけの弾を打ち上げた。46センチ。主砲は対空用の3式弾に切り替えて発射。しかし第一次攻撃隊だけで150機以上。戦艦の対空火力ではもはや制空権を取り戻せない。12時40分過ぎ、AI で色をつけてみる。ベニントンとホーネットの艦載機による初期攻撃の真っ只中、ヤマトは必死に回避運動を続けていた。写真のヤマトの左舷で爆弾が大きな水柱を上げて爆発している。そして艦の前部、艦首方向の 15.5 センチ副砲付近ですでに火災が発生していた。12時43分、ヤマトの左舷後部に初めての魚雷が命中。ほぼ同時刻、駆逐艦浜風が攻撃を受け、12時45分に沈没した。第2艦隊の犠牲者はもう出始めていた。米軍急行火爆撃機のコックピットから撮影された生々しい一枚。 AI で色を入れてみる。機影の下、遥か海面に煙を吐く戦艦ヤマト。艦尾から白い鉱石、周囲には紫金弾の白い水柱。これがヤマトを沈めようとする米軍パイロットの視点だ。爆弾投下のため機首を真下に向ける急行火爆撃機。世界最大の戦艦は彼らから見れば巨大な標的に過ぎなかった。高高度から撮影されたヤマトとその護衛艦の戦闘風景。 AI で色を入れてみる。中央にヤマト、煙を上げて航行。その左右に駆逐艦、遠方にも別の艦艇。海面には無数の紫金弾の水柱と煙幕の白い筋。世界最大の戦艦が孤立しながらもまだ抵抗を続けている。しかし米軍はすでに第2次、第3次攻撃隊を投入しつつあった。これから2時間にわたってヤマトは連続攻撃を受け続けることになる。ヤマトの全訪問が空に向けられた。 AI で色を入れてみる。20号ミリ3連装機銃。その数150艇以上。12.7 センチ連装広角砲、12機24門、15.5 センチ副砲、そして46センチ主砲までもが対空用の3式弾に切り替えて空に向かって発射された。3式弾は空中で爆発し、無数の焼夷弾子と火花を撒き散らす対空砲弾。巨大な火球と色とりどりの閃光がヤマトの上空を埋め尽くした。帝国海軍の各艦は時間の弾着を見分けるため、それぞれ異なる色の曳光弾を打ち上げていた。赤、青、黄、緑。ヤマト、ヤハニ駆逐艦軍が放つ色違いの弾道が空を染めた。攻撃した米軍パイロットの一人は後にこう振り返った。あれほど激しい対空砲火を見たことがなかった。空全体がまるで花火大会のように燃えていた。ヤマトを狙った米軍機はこの火の壁を突き抜けて飛び込んでくる。ヘルダイバー、アベンジャー、ヘルキャット。第2艦隊は米軍機を10機以上撃墜したと記録されている。しかし米軍の攻撃機は約400機。10機落としたところで390機がなお残っている。戦艦の対空火力には根元的な限界があった。それでもヤマトの対空砲地たちは最後まで持ち場を離れなかった。弾倉が空になっても新しい弾倉を抱えて駆け抜けた。煙幕と火球の中、ヤマトは孤軍奮闘を続けていた。
13時33分 AI で色を入れてみる。第3次項、撃隊が大和上空に到達した。減る。ダイバー急行、火爆、撃機が機首を真下に向けて殺到する。爆弾、策略、量約450キロ。それが大和の甲板に次々と命中していく。魚雷も左舷を中心に集中して命中。魚雷一発の威力、TNT 換算約300キロ。水中防御を突破した衝撃が艦内に致命的な浸水を引き起こした。機銃手たちは最後まで持ち場を離れなかった。断層が空になっても新しい断層を抱えて駆け抜けた。煙を長く率いて航行する大和。AI で色をつけてみる。艦上では火災が広がり、艦尾からは黒い煙が立ち上っている。それでも大和は止まらなかった。機関は最後まで動き続け、巨艦は沖縄を目指して進もうとしていた。しかし左舷の浸水は止まらない。艦は徐々に左舷に傾いていった。損傷した大和の航行、AI で色を入れてみる。左舷への傾斜はすでに15度を超えていた。応急指揮官は右舷側のバラストタンクへの注水を命じた。傾斜を抑え、艦を立て直すための応急処置。しかし注水される区画にはまだ機関員たちが残っていた。排水手段はすでに破壊されていた。機関員ごと注水する。艦を救うために味方の命を犠牲にする。それが応急指揮官が下さなければならない最後の決断だった。それでも大和の傾斜は止まらなかった。軽巡洋艦矢作、 AI で色を入れてみる。俯瞰で撮影された最後の瞬間、艦体が破壊され、油と煙が広がる海面に矢作の残骸が浮いている。魚雷7本、爆弾12発、命中。14時5分、矢作沈没。第二水雷戦隊司令官小村慶三少将は駆逐艦磯風に救助された。護衛駆逐艦も次々と被弾していった。朝霜、消息不明。浜風、12時45分沈没。磯風、大破により後に自沈処分。霞、艦尾損傷で航行不能、後に自沈。第二艦隊の半数が東シナ海に沈もうとしていた。14時20分、AI で色を入れてみる。大和の傾斜はついに35度を超えた。主砲はもはや発射できない。電源は機関区画の浸水によって失われ始めていた。伊藤誠一中将は艦橋から艦内に号令を発した。総員退艦。しかし通信設備は損傷しており、命令は艦内全域に届かなかった。機関室や砲塔内部の兵士たちの多くは退艦命令を聞くことができなかった。自らの持ち場で最後まで任務を果たした。艦長アルガ大佐は自らは羅針盤に寝台を縛り付け、艦と共に沈むことを選んだ。伊藤中将もまた艦橋に残り、艦と運命を共にする道を選んだ。艦長は艦と運命を共にする海軍の伝統に従った最後だった。14時23分、 AI で色を入れてみる。大和は完全に転覆した。艦艇が上を向き、巨大な船体が海面に横たわった。その瞬間、艦内の弾薬庫が誘爆した。416センチ砲弾をはじめとする大量の弾薬が一斉に爆発した。轟音とともに巨大な火柱が上がった。爆発のエネルギーは凄まじく、周囲数キロメートルに衝撃波が広がった。爆発の煙は巨大なキノコ雲となって上空に立ち上った。その高さは数千メートルに達したと伝えられる。遠く離れた場所からもこの黒煙は確認されたという。世界最大級の戦艦はわずか2時間足らずの戦闘で海底に沈んだ。駆逐艦冬月、 AI で色を入れてみる。爆発を生き延びた乗組員たちは海に投げ出された。4月の東シナ海は
まだ水温が低く、低体温症で力尽きるものも多かった。雪風、初霜、冬月、鈴月、被弾を免れた駆逐艦が海に漂う兵士たちを引き上げていった。しかし海は広大で、すべての生存者を見つけることはできなかった。3332名の乗組員のうち、生存者はわずか276名。3056名が艦と運命を共にした。生存率はわずか 8%。やはり沈没後の海面、AI で色をつけてみる。油膜が広がる海にヤハニの残骸が点々と浮かんでいる。そしてその間に生存者たちの頭が見える。雪風、冬月、初霜、鈴月、被弾を免れた、あるいは軽微な損傷で済んだ駆逐艦が必死に生存者を救助していった。駆逐艦雪風、AI で色をつけてみる。開戦以来、数々の激戦に投入されながら奇跡的に生き残ってきた艦、ガダルカナル、ソロモン、レイテ、仲間の駆逐艦が次々と沈む中で、雪風だけは無傷で帰ってくる。不沈艦雪風、海軍内で半ば伝説となっていた艦だった。その雪風は、坊野岬沖海戦でも軽微な損傷で済んだ。ヤハニの生存者とヤマトの生存者を救助しながら、佐世保へ帰還。雪風は戦後も大破することなく終戦を迎え、最後は中華民国に賠償艦として引き渡された。護衛艦隊の中で最も多くの命を運んだ駆逐艦だった。駆逐艦鈴月、 AI で色を入れてみる。艦首を爆弾で吹き飛ばされ、全部が大破。それでも鈴月は艦首から海水が入らないよう応急隔壁を設けた。後進で佐世保まで帰り着いた。乗組員の必死の応急作業、絶対に艦を沈めないという駆逐艦乗りの誇り。冬月もまた艦首に魚雷の命中を受けながら奇跡的に不発で済んだ。生存者を満載して佐世保へ帰還した。護衛駆逐艦8隻のうち無事に帰還できたのは雪風、冬月、鈴月、初霜の4隻のみ。第2艦隊の総乗組員約4,4,000名のうち生還できたのは約1,4,000名。3,000人以上の若者たちが大和、矢作、そして護衛駆逐艦と共に東シナ海に沈んだ。広島県呉市大和ミュージアム。10分の1スケールで再現された戦艦大和の模型。全長 26.3 メートル。艦内には大和に関する資料、乗組員の遺品、引き上げられた砲弾、そして3056名の犠牲者の名前が刻まれた慰霊の壁。沈没地点は坊野岬沖の水深345メートル。戦後の海中調査で大和は2つに折れ、横倒しの状態で海底に眠っていることが分かった。毎年4月7日、遺族や関係者が坊野岬沖を訪れ、海に向かって花を投げ入れる。そしてミュージアムには毎年何十万人もの人々が訪れる。戦艦大和はなぜこれほどまでに人々の心を捉え続けるのか。世界最大という記録、時代の変わり目に翻弄された悲劇、艦と運命を共にした若者たちの記憶、それらが組み合わさって大和は今も日本人の集合的記憶の中に生き続けている。戦艦大和の建造費は当時の金額でおよそ1億3700万円。現在の価値に換算すれば数千億円規模の巨額投資だった。それだけの国費を投じた巨艦は戦果を残せないまま海底に沈んだ。しかし大和は思わぬ形で戦後の日本経済に巨大な遺産を残した。ブロック工法、厚板溶接技術、巨大部材の製造技術。これらは戦後、大型タンカー、高層ビル、プラント建設に応用された。そして日本を世界一の造船国へと押し上げた。それだけではない。戦艦大和は戦後、日本の文化経済の中で巨大コンテンツとして生き続ける。タミヤ、
バンダイ、長谷川、各社が発売するヤマトのプラモデル。半世紀以上にわたって売れ続けるロングセラー商品。何世代もの日本人が組み立て続けてきた。1974年、アニメ宇宙戦艦ヤマトが放送開始。戦後生まれの世代にヤマトの名は再び刻まれた。2005年公開の映画男たちのヤマト、ヤマトは興行収入およそ50億円を記録。広島県呉市のヤマトミュージアムは開館以来の累計来館者数が1700万人を超える。戦艦ヤマトは確かに沈んだ。しかしその記憶はプラモデル、映画、アニメ、博物館という形で残り続けている。戦後80年にわたって経済を生み出し続けているのだ。戦争で失った巨漢が平和の時代に別の姿で蘇り続けているのだ。ヤマトの生存者は276名。戦後、彼らの多くは長く沈黙を守った。しかし、年月を経て生存者たちは少しずつ自らの体験を語り始める。日本国民がヤマトの存在を広く知ったのは1950年代に入ってからだった。生存者の証言、元海軍関係者の回想録が発表され始めた。ヤマトの真の姿が少しずつ明らかになっていった。艦内に閉じ込められたまま犠牲になった兵士たち。機関室や砲塔内部で最後まで自分の持ち場で任務を果たした。平均年齢20代前半。まだ人生の大半が残されているはずだった若き乗組員たち。3056名の名もなき命があの日、あの海に沈んだ。生存者たちが残した証言は、ヤマトの物語が単なる戦艦の物語ではないことを伝えている。3056人の若者たちの物語だったことを私たちに思い出させてくれる。戦艦ヤマト、全長263メートル、満載、排水量72,809トン。世界最大の戦艦として1941年12月に就役した。しかし、その時代はもはや戦艦の時代ではなかった。トラック白地で長く停泊を続け、ヤマトホテルと揶揄された日々。主砲を発射したのはレイテ沖海戦のたった一度。1945年4月7日、ボーの岬沖、400機の米軍機による集中攻撃、爆弾と魚雷が世界最大の戦艦をわずか2時間で海底に沈めた。3332名の乗組員のうち生き残ったのは276名。3056名が艦と運命を共にした。艦長アルガ大佐は最後まで艦と運命を共にした。ヤマトは戦艦としては時代遅れだったかもしれない。主砲はほとんど火を吹かず、艦隊決戦は一度も実現しなかった。しかし、ヤマトを作った日本の技術力は戦後の日本造船業を支えた。そして世界一の造船国を生み出した。そして何より3056名の若者たちの命がこの艦と共にあった。呉のヤマトミュージアム。毎年何十万人もの人々が訪れる。子供から老人まで世代を超えて戦艦ヤマトの模型の前に立ち、人々は何を思うのか。巨大な技術への憧れか、時代に翻弄された悲劇への共感か、あるいは艦と共に沈んだ若者たちへの静かな慰霊か。戦艦ヤマトは海底に沈んだ。しかしその記憶は日本の集合的な心の中に今も生き続けている。カラーで蘇った写真の中にヤマトは確かにそこにいた。そしてその甲板の上には3056名の若者たちが確かにそこにいたのだ。この動画では戦争の記憶を風化させないために当時の白黒写真を AI でカラーに復元してお伝えしています。カラーにすることで彼らが確かにそこにいたと感じていただけたら嬉しいです。 AI 読み上げによる音声でお聞き苦しい点があれば申し訳ありません。これからも当時の写真を1枚ずつカラーに復元してお届けします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録をお願いします。